謹敬謹んで申し上げ奉る。コーネリア三等司祭着任する者なり、上司先輩諸見、我に任務を与えたまえ。いや、特にないよ。ああ、お茶のおかわりお願いできる？あと平時は無理に宝具を使わなくても大丈夫だから。謹んで申し上げ奉る。勤務中は宝具を使用する者なりと服務規定に記されているものと知りたまえ。まあ一応そういうことになってるけど、7巻は組合との折衝で外務以外では無理に使わなくてもいいことになってんの。ここじゃあ堅苦しいでしょ。あ、服務規定の話が出たから教えとくけど、昼休みも12時から1時までじゃなくて11時45分から1時までだから。謹敬。昼休みは12時からの1時間と定められているものと知れ。ほら3時に15分休みがあるでしょ。それを昼休みと連結して取得してもいいってことで組合が折衝したの。先輩方が勝ち取った権利なんだからごちゃごちゃ言わないようにね。あと組合が決めたわけじゃないけど、新人は30分早く出勤してみんなの机の掃除とお茶の配膳をしとくのが慣例だから。ま、初日だしあんまり硬くならないでね。よろしくね、コーネリアちゃん。あと今日の6時から隣のすすき屋で組合の新人歓迎会あるから出てよね。鉄火丼出るよ、鉄火丼。よろしく申し上げ奉る。同心二等司祭。コーネリアちゃんはそこの席ね。デスクマット新しいのあるから使ってね。感謝申し上げ奉る。大丈夫だよ。無理に宝具使わなくても怒られないよ。あ、うん。
つはこれ式でくじけることなどないと知りたてまつれ。ふぬ。我が聖望よ、必ずや耳を生やすものと知りたてまつれ。いつかきっと必ずなりや。コーネリアちゃん、ちょっと頼んでいい？はい、同志二等司祭。階級なんて恥ずかしいよ。名前でいいよ。今日のお昼ね、鮎川でおそば取るんだけど、コーネリアちゃんも頼む？自分はお弁当の用意があるものなり、辞退と感謝を申し上げたてまつる。ああ、そう？じゃあ注文をお願いできる？はい、鮎川。はい、もしもし。緊急謹んで申し上げたてまつる。昼食の出前注文を望むものと知りたまえ。はい、そうじゃん。電話代わってくれる？金慶さんとかわかる？頼んだ冷静機の業者さん？もう代わってよ。ったく。はいはい、もしもし、おそばの鮎川でございます。緊急謹んで申し上げたてまつる。昼食の出前注文を望むものと知りたまえ。ああ、はいはい、注文どうぞ。母ちゃん、法院の人だよ。冷水器はまだ頼んでないって。ああ、はい、注文どうぞ。注文は以下と知りたてまつれ。鴨せいろ、大盛り、天ぷら、カツ丼。鴨せいろの大盛り？それとも盛りそば大盛り？天ぷらはうどん、そば？カツ丼は関東風でいいの？待ったまえ、確認するものなんだ。お姉ちゃん、新人さん、交互で大丈夫だよ。待ってるから早く先輩に聞いてきな。緊急お尋ね申し上げるものなりや。鴨せいろは大盛りやいいのか、天ぷらは関東風で良いのかいいのか、カツ丼はうどんとそばどちらが良いのか教えたまえ。鴨せいろは大盛りじゃなくていいよ。
俺の森とこんがらがってない？俺のが大盛りね。天そばの関東風って何？新メニュー？ああ、じゃあ俺それでいいわ。カツ丼はセットじゃなくて単品でお願いね。もう若くねえからセットは食えねえよ。そうそう、こないだの検査でさ、尿酸値が出ちゃってよ。かみさんがうるさくってさ。了解立てまつるものなりや。だからコーネリアちゃん、方語は使わなくていいって。おかしな言葉使ってたら注文間違っちゃうでしょ。うん。お蕎麦屋は外部と知りたまえ。外部とは方語でと含む規定で。大丈夫新人さん、もう一回注文お願いできる？謹んで申し上げ立てまつる。注文は以下と知りたまえ。鴨せいろ1つ、鴨せいろ大盛り1つ、天ぷら関東風1つ、カツ丼1つ。天ぷらはお蕎麦とうどんどっち？あとカツ丼はね、関東風の卵とじと関西風のソースと2つあるの。うちは謹んでお尋ね申し上げる。再度詳細を説明したまえ。コーネリアちゃん、だから言ったじゃん、方語だと注文間違うよって。逃げる。え？失礼申し上げ立てまつる。同志異端審問官。幸せが。あは？耳はあるがまだ審問官じゃない。え？あ！失礼申し上げ立てまつる。同志上級補佐官。逃げる。緊急謹んでお尋ね申し上げる。逃げるとは何か教えたまえ。幸福が。幸福が逃げる。なぜなりや。ため息をつくと。
抜いた方がいい。肩の力をナリア。そうそう。感謝申し上げ立てまつる。そのように心得るものなり。肩の力を。もう聞いたものと知りたまえ。うっかり。異端審問官の仕事は異端を審問することで法語をしゃべることではない。申し訳ないと申し訳ありません。謹敬謹んで申し上げ立てまつる。初心に帰り己が情熱をもう一度見つめ直したまえ。あなたに期待するものなり。コーネリア三等司祭、特別賞おめでとう。これ副賞の鉛筆セットね。あのプロジェクトわざわざ書いて送ったんだな。真面目な子なのは認めるんだけどね。若いね。元気だね。ゆとりだね。謹敬謹んで申し上げ立てまつる。我が立案シェシプロジェクト名はハロウィン後期粛清プロジェクトなりや。
ずそのためには大法院職員自らが模範となるべく一層の綱紀粛正を行うと知りたまえ。って具体的には？大法院職員はハロウィン期間中には飲酒に関わる不祥事に特に過敏となり模範となるべきと知りたてまつれ。よって大法院職員はハロウィン期間中は一切の飲酒を禁ずるものなり、また未成年の非行の温床となることから合わせて職員の喫煙も禁止すると知りたまえ。我ら職員が模範を示すことを公示し、模範を示さねば人心に届くことはないと知りたまえ。よって当プロジェクトにより本日からハロウィン期間終了まで当係の飲酒と喫煙の一切を禁止するものと知りたまえ。課長の決裁が出てます。皆さんよろしくお願いします。組合のお月見が来週あるんですが、これはコーネリアちゃんのプロジェクトより前から決まってるから例外ですよね。謹敬謹んで申し上げ奉る。当プロジェクトには一切の例外はなきものと知りたまえ。飲酒喫煙の許可はその一件ごとに部長に書面にて許可が必要なものと知りたまえ。そこまでの模範を尽くした上で当係職員一同は本来勤務時間以降駅前繁華街等で啓発グッズ頒布に従事、一般にハロウィン期間中の綱紀粛正の理解と協力を求めるものなり。それ残業ですよね。ハロウィン期間中ずっと残業代出るんですか？課長から残業代の対象にしてもいいと指示が出ています。ただし今期はすでに残業代がキツキツですので、私子供の迎えとかあるんで残業困るんですけど。いやー、何度も禁煙しようとはしてるんだけど難しくってね努力はしてんだけどね。するとさ、能率が上がるんだよ。これ今日中に決済に回さないといけないし。してるよ、禁煙の努力は。難しいんだけどね
ちは法院前署でございます。コーネリア主催はおられますか？緊急謹んで申し上げる。自分がコーネリアであると知りたてまつれ。啓発用のティッシュ持ってきました。ここに積みますよ。ほらお前ら、ここに運べ運べ。コーネリアちゃん、これ配るの？そうと知りたまえ。これをすべて繁華街で配り訴えていくものなり。そこの段ボールを置いた場所さ、来週の納品物を置くために開けた場所なんだけどさ、来週までにこれ片付く？この程度の数みんなで配ればあっという間に片付くなり。全く問題ないと知りたまえ。緊急謹んで申し上げるものなり。ハロウィン期間中の後期粛清にご理解ご協力賜りたく、ここにお願い申し上げ奉る。ハロウィン期間中の後期粛清にご協力をお願いします。ハロウィン期間中の後期粛清にご協力をお願いします。
どうか。え？調子は？子供の頃に描いた夢は子供の夢でしかない。現実はいつも理想とは違う。半分の余地なきなりや。理想を変えるか自分を変えるかしかない。二つある。何がなりや。世界を変えるか自分を変えるか。無理と知りたまえ。どっちもどちらもなりや。あなたは向いていない。何になりや。正座。座りなさい。ここでなりや。正座。お月見。金慶慎んで申し上げ奉る。夢も理想もその実現も連帯なくして成り立たないと知りたまえ。人は理想には耳を貸さない。金慶謹んでお尋ね申し上げ奉る。なればいかにして理想は叶えられるものなりや。
すごいね。あの段ボール一人で全部配りきったの？無理でした。こうが慣れないので恥ずかしいなりや。人はね、年齢や就職で大人になるんじゃありません。その後の人生をね、じっくりかけて円熟させていって大人というものを探すものなんです。コーネリアちゃんは若いからいつも何かに間に合わないかのような焦燥感に脅かされてるかもしれないけれど、そんなことはないよ。人生なんて本当に長いんだから。いつか君のなりたい自分になれるといいね。はい。君はお弁当でしたっけ？明日のお昼は係のみんなで近所のお寿司屋さんにでも行ってみませんか？じゃあ決まりで。明日はお弁当持ってきちゃダメですよ。あとプロジェクトのまとめを課長に出しておいてね。あとお茶をもらえる？はい。ナリア。こんなに大量のティッシュいらないです。お裾分けです。あれば役立ちます。お茶をこぼした時拭いたり、こぼしたお菓子のくずを拭いたり、鼻をチンしたり、ほっぺについたケチャップを拭いたり、いずれも上司ドラノールには必要です。必要ないです。お子様扱いです。いらないです。大きなお世話です。ならそれはティッシュではなく書類です。ですからご決裁をお願い申し上げ奉る。全部のティッシュ1枚ずつすべてにハンコをお願いするものなり。ハンコ嫌です。です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 。ついてないです。今日はケチャップも青のりも大丈夫。